今回は DIY の動画です。全体の流れは内装解体、断熱デッドニング、内装作成、電気系統の順番でやっていきます。今回は内装の骨組みを作っていきます。骨組みの順番はまずはじめに下側のユーティリティナットに木材を取り付けていきます。2番目に補助材の取り付け、3番目に上部のナットに木材を取り付け、4番目に補助材の取り付けの順番で行っていきました。4番の補助材の取り付けでは木材にあった金具がなくて少し苦戦しました。使用した工具は丸ノコ、ジグソー、インパクトドライバー、ラチェットなどを使用しました。今回からインパクトドライバーを導入しました。導入もうこれいいよ。コードレスやですごい使いやすい。確かにもうお気に入りです。使用した材料は 2x4 と 1x4 の木材、ビス、金具、ボルト、ワッシャーなどです。金具はその時に応じて様々な金具を使いました。作業工程を動画にまとめましたので見ていただけると嬉しいです。それではどうぞ。怖いな。長さ足んねえ。そう。ほら。本当だ。ギリギリ貫通しないね。これ掘ればね、もっと奥行かないと。あ、そう。穴開けただけ。これで貫通した？貫通した。いや、もうここまで入った。はい。あとラストこれが入れば合格。あ、全部入った。ズレはなかったみたい。素晴らしい。パーフェクト。どうですか？いいんじゃない？一応一番土台のさらに主となる部分できた。ボードに固定した。じゃあ次は足ですか？サンダー頑張ったらぶっかぶかになっちゃったよ。サンダーやりすぎないで毎回。毎回やりすぎ？毎回やりすぎ。ごめん、なんかやメイトの時はるとさやりたくなっちゃうんだよね。頑丈じゃん。固定シーンでもいいんじゃねこれ。オッケー。はい。すげえな。お、もうやばいよこれ。そう。本当や頑丈。
よく思いついたよねこれ。ここやん。これでこういう穴を開ける。なんかさ、虫が通ったみたいな。工具が揃ってないでもうこれしかなかったんだよ。これで配線を避けれる。ユーティリティナットへのセッティング。これね、はまるのでしょ。ずれてたら最悪だから。でもちゃんとパッと見穴あってそうやね。あ、手はおる。あ、これも入った入った。4個目。残るはあと3つです。オッケーオッケーオッケー。入った。いい感じよ。ラスト。ラスト2本。はいはい。おお、素晴らしい。コングレッチ。コングラッチ。コングラチュレーション。56ぐらいやで。57に切って。現物合わせね。うん、そうしよう。はい。おお、若干隙間あるけど、まあ若干ね。これぐらいでいいでしょ。オッケー。あ、やっぱ干渉してるわこれ。角度が違う。角度が違うねやっぱり。どうしましょどうする？う。どうしましょうこれ。ま角度がちげえなやっぱり。あ、バッチリしない無理やり止めるか。と。無理やり止めんの？うん。もうちょっと叩いた方がいい。うん。はい。はい。早く早く。足がしんどいよ。てーちゃんも合うかな。はい。オッケー。お、頑丈。もうびくともせん。ブレイクタイムしていい？していいの？うんじゃがりこ食べていいの？いいよ。食べていいよ。オッケー。いい。大丈夫？大丈夫？いける？だからいけるよ。いや。すごい綺麗じゃん。字が実際やね。うまいうまいうまい。結局後ろ側も補強。グラグラ。だいぶしっかりしたよね。
感じになった。いい。上もグラグラしんくなった。本当だ。ちょっと不格好やけどしっかり止まったね。この上をどうするかはちょっと問題やけど、要検討。まあでもすごい低い。もうこれで車体揺れとるもん。